今日はですね、国民民主党の党首、玉木雄一郎さんが不倫を認めて叩かれまくっているというニュースについて解説したいと思います。玉木さんはね、なんとね、国民民主党が大躍進する直前のですね、私の政治番組にもゲスト出演されていてですね、非常に明朗な語り口でですね、すべての政策に賛成しているわけではございませんけれども、なかなかね、いい感じのことを言う、割と政策で勝負をしているですね、政党の代表という、そういった認識が広まってですね、今回、衆議院議員の総選挙でですね、議席を大きく伸ばしてですね、なんとキャスティングボートを握って、今回のですね、石破茂首相誕生、少数与党としての自公連立政権が生まれたということでですね、ちょうどですね、立憲民主とか、そういう野党第1党、あと第2党の維新の会とかですね、そういったのに続いた第三極的なところでですね、非常に奮闘している印象がございます。年収の壁問題だったりとかですね、そういったところをですね、クローズアップした、そういった功績もございます。ということで、その辺もですね、なんとか政策実現可能性も出てきたということで、なかなかこれまでとはね、これまでの野党っていうのは、政策がかなり違っていてもですね、野党が団結して連立政権を作って自公の政権を潰そうみたいな、そういった動きが当然のように行われてましたけれども、うまいことですね、自民党にも染まらず、自公にも染まらずですね、野党にも染まらず、独自の地位を築いて、一躍人気の政治家になったわけですけれども、そんな中で、また卑劣な週刊誌、本当金儲けのことしか考えてないクソみたいな奴らがですね、玉木雄一郎さんの不倫を暴いたということで、また日本中を沸かせておりますけれども、香川県出身の、グラビアアイドルということで、観光大使になってたりとか、地元のテレビ局とかに出演したりとかしている元グラビアアイドルの女性と分かりやすい不倫をしてたということで、いやー、本当に離婚しようよというですね、テレビドラマさながらの展開になっている。松坂桃李さんとですね、中里依紗さんが結婚してカップルになるんですけれども、松坂桃李さんが政治家の2世の役で、堂々と地元のグラビアアイドル、この時はね、愛媛県が多分舞台だったんですけど、くしくも同じ四国ということで、非常に面白いドラマなんで、ぜひぜひ見てほしいんですけれども、この主演のね、松坂桃李さんが不倫する感じの、地元のなんかホテルで、ちょうど玉木さんがね、来てる時になんかホテルの中に入っていったみたいなお話がありましたけれども、あと、地元のイベントで一緒になる時も、イチャイチャしてたとかね、そういう風なニュースがありましたけども、さながらこの松坂桃李さん演じるですね、離婚しようよの主演の不倫したカップルと同じような展開になっておりましたけれども、本当に、それはそれで、僕は全然どうでもいいことだと思うんで、正直絶対そんなことしないと思いますけど、本当に報道されたことは概ね事実ですということで、潔く認めたところを非常に僕は評価したいと思いますし、これを叩いている野党の奴ら、本当に叩くところがそこしかねえのかお前らはっていう感じなのと、離婚しようのしたいけれども、金銭的な理由とかで、あとは世間体的なところで離婚できないおばちゃんとかがね、多分ね、叩いてるんですよ。くっそーみたいな感じで、若い女は何でもできんのかとかね、どうせ男は若い女が好きなんでしょうとかね、羨ましいわとか、妬ましいとかですね、いろんな感情が渦巻いて、玉木さんめちゃくちゃ叩かれてますけれども、すぐみんな忘れます、どうせ。ということでね、僕はね、こういうね、不倫を叩く、別に刑事罰を受けるようなことをしてるわけでもないのに、叩く傾向っていうのは、僕はあんまり良くないと思っていて、最近ね、ダウンタウンの松本さんもね、裁判終結ということでニュースになってましたけれども、あれも大きな要素は多分2つあって、1つは松本さんが既婚者であること。で、もう1つは多分そういう行為をした後にですね、相手の女性に対するケアが不十分だった。存在の扱いを受けたんじゃないかなと。某ね、公衆トイレでやっちゃった人とかですね、あんまり高くないホテルでやっちゃった人とかも多分同様だと思うんですけど、存在に扱うとそりゃ嫌ですよ。ムカつきますよ。そういったところもあったのかな、みたいなところがですね、あります。で、僕でも不倫を叩く傾向っていうのは良くないと思っていて、少子化対策とか言ってる割には不倫叩くなと思ってるんですよ。どういうことかっていうと、まず不倫を叩くってことは結婚が前提にあるわけで、今でもまだできちゃった婚とかね、まだ授かり婚とかって言葉もできてきてますけれども。だけど、そういう言葉ができるってことは、婚前交渉で子供を作ることははしたないとか、社会的に間違ってるって思ってる奴らが
結構いるってことですよ。だからそういうこと言うわけ。俺もできちゃった婚でしたけど、別に何ら恥じることはないし、そもそもセックスもしないで、生でセックスしないで結婚するとかよくわかんないんですよね。まずだってセックスの相性が良くなかったら、ダメじゃん。で、子供ができるぐらい好きじゃないと、僕良くないと思うんですよ、結婚って。打算とかですね、世間体とかで結婚する奴らは結構いると思うんですよ。あと経済力を当てにしてとかね。だから、そういうやつって、例えば結婚して子供ができたら、奥さんが途端にセックスを拒むようになったとかね。そういうこともよく聞きますよ。だから、それぐらいお互いの体の相性がいいかどうかっていうのは、これ絶対大事だし、少子化対策にもそういうのが大事なんですよ。子供一人作って満足して世間体を獲得するとか経済力を獲得するみたいな打算的な奴らが最悪なんですよ。だから子供増えないんですよ。あと、そもそも籍を入れないと子供を作っちゃいけないみたいな傾向もあるじゃないですか。だけど世の中3組に1人は離婚するんですよ。ということは離婚予備軍なんか持っているわけですよ。だけど仕方なく経済的にきつくなるとか世間体が悪くなるとかですね、なんか寂しいとかですね、そういった理由で離婚しない奴らがいっぱいいるわけですよ。だから、いや、そこでもうサクッと別れて、また別の体の相性も良くて愛し合えるカップルになるかもしれないじゃないですか。僕はそっちの確率の方が高いと思うんですよね。そうすると、また子供できるじゃないですか。もしかしたら、玉木さんもそのグラビアアイドルのこと好きになって、もしかしたらまた婚外子を作るかもしれないじゃないですか。それ別にいいことだと僕は思うんですよね。家族間の問題が生まれてなければね。だってこれだってわかんないけど、週刊誌が報道しなかったら、玉木さんの家族だって知らなかったかもしれないじゃないですか。あるいは、うすうすなんかこの人不倫してるかもしれないけど証拠ないし、まあ別にいっかって思う人もいるわけじゃないですか。僕もわかんないです。僕なんかスマホとか絶対見ないし、相手の。だから俺なんか浮気されてたかもしれないけど、俺証拠見つけたことないし疑ったこともないから、浮気されたことないんですよ。あ、俺の心の中ではね。してるかもしんないよ。だけど、そんなの別に見つけなければさ、観測できないものはこの世に存在してないのと一緒ですから。あれは玉木さんの家族だって、クソ雑誌のウェブサイトがあんなん出さなければ、平和に終わってたかもしれないし、そのまま婚外子できてたかもしれないじゃないですか。俺こそ少子化対策ですよ。だからなんか僕は、もうシングルマザーでもファーザーでも、堂々と子育てできるようになってほしいし、そういった補助金系も、税優遇もちゃんとされるようになってほしい。だから、今回の玉木さんの不倫を非難してる奴らクソです。特に少子化対策っていう意味で言うと、こういったクソみたいな雰囲気をなくしていくことが大事なんです。ということで、玉木さん、いってらっしゃい。